怖すぎやろ。そらビビるわ。熊って自転車で逃げ切れるものなんか？自転車舐めすぎ。時速50キロキープして10分は走れる。これはヒグマの全力疾走と同じ速度。ヒグマがヤバすぎるやろ。わかりやすい図で草。思ったよりでかい熊で草だ。山入るときはこれ着用すればええんやな。強すぎるやろ。効果ありそう。なんか近づいとる。なんや熊か。知り合いかと思って駆け寄ったら知らない人だった時の Y みたいな動き。火星に熊？火星の地表に巨大な熊の顔が発見される。月にはウサギが住んでいる。そう思っていた時代が私にもあったわけだが、火星には熊が住んでいたようだ。ようかけとる。肉と思って食べたものが消しゴムだった時みたいな顔してる。地球上に熊が発生する前から存在する可能性もあるよね。可愛すぎ。耳がないからやり直し。こういうの好き。グッズ化希望。思った以上に熊だった。メロングマですね。白熊じゃないけど白い熊がアメリカで発見される。アッパー半島西部は熊の生息地として知られていますが、この白い熊は白熊でもアルビノでもなく、白変種のアメリカ熊です。体毛、羽毛、皮膚を白くする遺伝子は劣性潜在形質であるため、両親の両方から劣性遺伝子をもらわないと、白変種になりません。そのために非常に珍しく、100万分の1の確率の結果です。子熊の頃の姿も見たいなぁ。勝手に白熊。早急にスピリットベアを保護する法案を作ってほしい。白いキリンの母子みたいなことになったら大変だ。北極に移住した方が幸せになれそうだね。カナダかどっかに白い熊がいたような。これは崇めてしまうな。シートンのワーブの生まれ変わりか？熊のプーさんのモデルは第一次世界大戦に参加した本物の熊だった。蜂蜜が大好きな熊のプーさんは、世界中、大勢の人々から愛されるキャラクターだ。このプーさんのモデルとなったのは、原作者の A.A. ミルンが息子のクリストファー・ロビンにプレゼントしたテディベアだったというのは有名な話だ。だがそれは真実の半分でしかない。クリストファー・ロビンはこの熊のぬいぐるみをウィニーペグやウィニー英語では熊のプーさんをウィニーザプーというと呼んでいた。この名はカナダのマニトバ州に住んでいたハリー・コルバーン中尉が飼っていた熊にちなんだものだ。コルバーンがフランスで戦っている最中、ウィニーは安全なロンドン動物園に預けられていた。ここでクリストファー・ロビンはウィニーと出会うことになる。彼は A.A. ミルンに連れられてよく動物園に遊びに来ており、ここでのお気に入りがウィニーだったのだ。二人が一緒に並んで立つ、当時の写真が今でも残されている。クリストファー・ロビンくんちゃんの威力。クリストファー・ロビンちゃん可愛すぎんか？熊と仲良くなる方法はあるみたいだね。ボイテクだと思ったけどあれは虹だよね。私もボイテクかと思った。ポーランド軍の兵士だったシリアグマ。D 社がやってきたぞ逃げろ。クリストファー・ロビンは大好きなクマ、ウィニーといつもそばにいられるように、テディベアにウィニーの名前を付けたのだ。現在、蜂蜜をこよなく愛する黄色い体のプーさんとなったウィニーは、今でも世界中の子供たちに元気を与え続けている。ヤギがクマを倒す。角で致命傷を負わせ返り討ち。カナダの国立公園でハイイログマの刺殺死体が発見された。公園当局は当初、何に刺されて死んだのか特定できなかった。そこで死体を解剖したところ、なんと、白いはヤギの角に刺されていたことが分かったのである。ヤギがクマを倒すってことわざみたいだな。マイリトルゴートみたいだ。あれは狼と羊だったけど。クマ、だ、ガク。ガラガラドンがトロール倒すみたいな。ヤギ、俺はただのヤギじゃめえ地獄の使者だ。騒ぐんじゃめえ。やられクマ強いわヤギ。チベタンマスティフと思って飼っていた犬が二足立ちをするように、実はクマだったことが判明。犬は、毎日果物一箱と麺入りスープをバケツに2杯分食べて、元気にどんどん成長した。
明らかに食べる量が多いが、スーさんは大型犬だから、これぐらい食べるのかしらと思っていたのだろうか。しかし、犬の体重が 113kg を超えた時、何かがおかしいことにスーさんは気づいた。なぜかに即立ちになることが多くなり、顔もチベタンマスティフのそれとは違っている。もしかして、これは犬ではなくクマなのでは？いや、どう頑張ってもクマにしか見えない。スーさんは、自分のペットがもはや犬ではないことを確信した。犬だと思っていたのは月のワグマだった。クマと分かってしまった以上もうこれ以上飼うことはできない。スーさんは、昆明市技量県森林公安局に連絡し、職員に引き取りに来てもらった。確かにチベタンマスティフは高価な犬として中国で人気があるらしいけれど、雑な詐欺師に引っかかったな。職員笑ってるやん。犬じゃねえだろって内心思ってる。体長1メートルで200キロって太りすぎでは。チガタンマスティフ。お散歩とかどうしてたのか気になる。お手とかしたんだろうか。さすが中国いろんな意味で。クマにボクシングで戦いを挑んだ一人の男の記録写真。1949年、クマにボクシングで戦いを挑んだ一人の男性がいたそうだ。その名をガスボルドーフという。クマの口には噛むことができないよう、猿靴輪のようなものがはめ込まれている。手にもボクシンググローブが装着されており、2本足で立ちながらというハンデ戦のようだ。勝者はどっち？ウィリーはクマを怒らせないことに全力出してるね。このクマ調教されとるかまないし殴ってる方も浅すぎるし加減しすぎ。いくら借金したらこの手の偽物に借り出されるんだろう。開示で草。ワイも戦ったことあるよ。校長先生がゴミ箱を開けてびっくり。中からクマが窒4月30日の朝、ウェストバージニア州のローガン小学校のジェームス・マーシ校長は、ロックを外し、学校の敷地内にあるゴミ箱を開けようとしていた。この学校では先週、屋外でゴミ袋が破られているのに気づいた後、ゴミ箱にロックを取り付けた。学校の周辺地域では、春になると冬眠から目覚めたクマが人間の住む場所に近づいてくることがよくあるそうだ。開けてびっくり、クマ出箱。ある日、ゴミの中。ゴミ箱にクマを捨ててはいけませんって張り紙しなきゃ。コバエと同じ無から生まれるタイプのクマもいる。笑い話で済んでよかったね。いわゆる出会い頭じゃ後ずさりうんぬんも無理よな。狼とクマが最強タッグを組んだ。共に寄り添い餌を分け合って食べる狼とクマのカップル。フィンランド北部の荒野で野生動物写真家のラッシー・ラウティアイネンは奇跡の光景を目の当たりにした。若いオスのヒグマと、若いメスのハイイロオオカミが、お互いに分け合いながら夕食を食べ合っていたのだ。クマ、なんか毛色違うけど同じもん食ってるしあいつと仲いいし、仲間だな。狼、どうしてこうなった？お互いの違いを超えた絆って素敵だよね。狼も群れになると敵対するんだろうけどな。孤立してたからたまたま共同戦線ってところだろ。狼はクマに育てられたんじゃないかな。映画化決定。ロマンあるなぁ。狼、なっちゃえばいいじゃんヒグマに。野生でも、こういうことあるんやね。クマも真剣に頼めばお願いを聞いてくれる。ドアを閉めてくれませんか？と言われその通りにしたクマ。クマちゃんかわいい。終始ドキドキしながら見てた。めっちゃ怖い。あらクマさん、ありがとう。とんでもねえことしてやがる。これ優しいクマだよね。ドアノブを壊しちゃわないようにそっと噛んでるところが可愛い。実はこの付近にはたくさんのクマが住んでおり、女性はたくさんのクマと信頼関係を築いているという。このクマも女性が熱心に教えたところ、ドアを閉めてくれるようになったようだ。そうだよね。まさか初見でこれはやらないよね。普通の人がクマに遭遇した時にそこをどいてくれませんか？とお願いしても絶対にどいてはくれないと思うので、真似をしないように。憎い。トナカイ、憎い。クマがトナカイをボコボコに殴って再起不能の状態に。
かわいそうなトナカイ。レスターさんは心肺蘇生法や、ダクトテープ法など、ありとあらゆる方法で、トナカイを生き返らせようとしたが無理だった。弱肉強食は自然界の掟。草食動物が肉食動物に襲われるのは仕方がないのだ。無警戒に突っ立てる隙だらけのトナカイ見つけて食べようとしたとか？僕だっておもちゃ欲しかったんだクマ。洒落てるな。クマー、自然の前には無力である。こんな民家近くに熊が出るとか、夜で歩いたら死ぬ危険のある地域ですね。遊びで壊したんかな。クマは結構遊ぶ。パイロットは2度同じ熊を救う。彼らがかつて保護した子熊を永遠に面倒を見ると決意するまでの物語。ロシアの空軍基地近くの森の中を、子熊が一人でさまよっていたところを基地のパイロットたちに発見された。パイロットたちはマンスールを引き取り、しばらく基地で面倒を見ることに。すっかり人慣れしてしまったので野生に返すことはできないが、もっと自然に近い場所で暮らした方がマンスールのためにいいと考えたパイロットたちは、地元の職員にお願いし、自然保護区に熊を放してもらうことに。ところがこの職員がくせ者だった。マンスールのその後の様子を全く教えてくれないことを不審に思ったパイロットたちは、独自に調査をする。すると予想外の事実が発覚する。なんとマンスールは見せ物小屋で働かされていたのだ。そうしてまたパイロットたちはまたこの熊を救うこととなる。そして永遠に面倒を見ることを誓ったのだ。こいつは俺が面倒見る。母親代わりになるんだ。理不尽にすぐさま立ち向かえるスキルのある人たちだったのも幸いだった。どうかできるだけ末永く彼らに幸を置かれ。波乱万丈やな。救出作戦がかっこよすぎる。ディズニーアニメのネタになりそうな話だ。道路を車で走っていたら熊とすれ違う国、ロシア。目撃された場所はロシア中北部、コミ共和国の首都シクテフカルである。割とマジでフレンドリーなこの熊、実はサーカス団員なのだそうだ。この街でサーカスの興行が行われることとなり、その宣伝のためにサイドカーでドライビングしていたのだという。着ぐるみ着たおっさんにしか見えない。っていうか、むしろ熊がバイクを運転していなかった点が驚きなんだけど。うわわわ。日本人だと豆柴やレトリーバー程度の感覚でペット扱いしてるよな。ロシアでは熊を。本当にフレンドリーで可愛い。あ、どうもサーカス来てねかわいい。こんなん見たら事故るわ。本当に中に人入ってそう。